こんにちは、勝です。今日はですね、朝からいろいろ掃除したりとかしてたんですけど、久しぶりにちょっと喋る系の動画を撮ろうかなと思います。アフレコ入れてる動画見たいですって言っていただいたこともあったので、たまにはテロップじゃなくて喋る動画も撮ろうかなと思います。で、何喋ろうかなって思ったんですけど、気まずい空気というか、なんていうか、すごい仲いい人でも気まずくなる瞬間ってあるじゃないですか。僕の場合はパートナーなんですけど、パートナーと、ちょっと気まずい瞬間というか、これ僕だけが思ってることなのかもしれないんですけど、いつものペースでなんていうのかな、いつものペースで接することができないというか、なんかちょっといつもとペースが違うみたいなことがあって、自分だけが感じてることなのかもしれないんですけど、なんか最近そういうことがありました。で、原因は自分にあるんですよ。僕にあるのは分かっていて、思い当たる節としては、最近ちょっと仕事をサボりがちだぞと。いや、もちろんやらなきゃいけないことはやるんですけど、やらなきゃいけないことはやるし、定時の時間とかも守るのは守るんですけど、たまにやばい、これこんなこと言うとちょっと怒られるかもしれないんですけど、ちょっと早上がりしたりとか、会社のルールとしてフレックス制みたいなのがあるので、ちょっと早上がりしてたりとか、シンプルに仕事のモチベーションが今ないんですよ。で、そういうのを多分見ていて、パートナーもなんか最初心配というか、どうしたのみたいな、大丈夫みたいな感じだったんですけど、あまりにも僕がちょっと仕事に対してやる気がなさすぎるので、最近それがどんどん派生してというか、なんか結構ダラダラする時間が多かったんですね。それにちょっと呆れてるのかなっていう感じです。ちょっと前の動画でも話したんですけど、これからの仕事のキャリアをどうしていこうみたいなところで悩んでるタイミングでもあったし、それが決めきれていないまま、ちょっと自分の中でもモヤモヤしてるまま 2,3 ヶ月ダラダラしてるっていう感じで、多分それがね、仕事中じゃなくても僕の態度として出ちゃってて、僕が勝手に気まずくなっちゃってるのかなっていう感じです。これね、もしかしたらもうただ僕の考えすぎっていうだけかもしれないんですけど、なんかこういうちっちゃいほつれというか、ボタンの掛け違いというかからなんかどんどん大きな問題に発展していきそうな気がしていて、個人的にはっていうか僕ですね、僕の態度として改めなきゃなって思うし、2,3 ヶ月のらりくらり生活をしているのも、どっかでスイッチを切り替えるような考え方をしなきゃいけないなと思ってます。聞いてる人からすると何の話って感じだとは思うんですけど、最近ちょっとね、パートナーとの関係で自分の態度というか考え方というか、自分を変えなきゃなって思ったタイミングがありました。僕は結構甘やかされて生きてきたというか、楽な方へ行くタイプの人間なので、結構すぐ逃げちゃうというか、なんか嫌なことがあったら自然とそれを回避していくような動きをするタイプの人間なんですけど、多分そういうのを見ててパートナー的にもちょっと呆れてるというか、本当にそのままでいいのみたいなのを直接は言ってこないですけど、態度でというか示してくれてるのかなって思ってます。やっぱそういう感じだとさ、スキンシップの回数も減ってくるんですよね。減ってくるっていうか、なくなるというか、からそれもちょっと悲しいというか、改めて俺らの関係やばいみたいな感じに危機感を勝手に持ってます。多分わかんない。なんか今までは結構自分からこういうね、同じような状況というか、なんか自分に非があってというか、落ち度があってというか、後ろめたい感情があって、そこに対して意見を言ってくれたりとか、何か改善に向けて促してくれるような行動というかを取る人に対してめっちゃありがたいんですけど、めちゃくちゃありがたいんですけど、結構自分から壁を作ってきてたんですよ。嫌じゃないですか。なんかお前ここできてないって言われてるような気がして、自分からどんどん壁を作って遠ざけてたというか、自分から遠ざかってたんですけど、良くないよね、良くないよねって改めて思いました。楽なんですよ、そっちの方が。自分もそんなに干渉しないし、からあんまり干渉してこないでよっていう意思表示というかもできるし、あとシンプルに自分を守れるじゃないですか、逃げることによって。そうだから、今までだったら逃げてたんですけど、多分やめてみたいな、そんな言わないでって、ちょっとダラダラしてるだけじゃんって自分の中では
自分の中で勝手にこう整理して勝手に解決したつもりになってたんですけど、まあね、それも良くないなって思います。あとは結構僕は人間関係をリセットする癖があって、節目節目で人間関係をリセットしたいタイプなんですよ。例えば中学校から高校に上がるタイミングとかで、全くこう別の友達というかコミュニティというか、あまりこう中学のメンバー、同じメンバーがいないような高校に進学したので、全くこうゼロベースでのスタートというかっていうの結構好きだし、中学校の友達も中学校の友達でもちろん大事なんですけど、あんまりこうそこの古いコミュニティっていうとちょっとおかしいんですけど、中学校の友達とはもうほぼ遊ばなくなって、逆に高校の友達でどんどん新しい友達を作っていく。3年間経って、で高校から大学に上がるタイミングでまた高校の友達とはちょっと疎遠になっちゃう。あまりこう連絡取らなくなっちゃう。逆に大学では新しい友達をこうどんどん作っていくとかっていう感じで、進学とか転職とか引っ越しとかのタイミングで人間関係一回リセットして新しくしていくのが割と好きなタイプです。でもさ、そんな毎回できないじゃん。できないし、今のこの状況というか、もちろん大好きな家族とかパートナーとか友達とかはいてくれるし、そこの関係をリセットしようとは全く思わないけど、今まではどっちかっていうと自分の基準で人間関係をリセットしてたんだけど、これ分かんないけど、例えばパートナーから今の関係をリセットしようって言われることももちろんあるじゃないですか。家族から言われることは多分ないと思うんですけど、で一番今身近にいる人って僕はパートナーなので、パートナーから今の関係をリセットしようって言われるとすごく傷つくし落ち込むし、どうしようってなると思います。でもやっとというか、逆になんかそういうコミュニケーションというか接し方を僕がやってきたんだと思って、誰かに対して中学から高校に上がるタイミングで高校の友達とあんまりこう連絡取らなくなったりとか遊ばなくなったりするのも、僕が遊ばないっていう選択をしてしまってたから、相手はもしかしたら僕と一緒に遊びたいと思ってくれてたかもしれないし、けどもう僕の都合で、いや僕は高校で新しく友達をたくさん作りたいから一旦中学までの友達は今はまあいいかなみたいな判断を勝手に下してて、なんかすごく申し訳ないことをしてたなって思いました。別に何の喧嘩とかも特にしてないよ。パートナーとかと喧嘩とか全くしてないけど、僕が勝手に感じてる危機感というか、なんかこう不安というか、その仕事の影響でプライベートにまで影響が出ちゃってる自分がとかっていうところを見て、パートナーからそういう、お別れみたいな感じで言われちゃうとすごい悲しいなって思って、でもそれを自分がしてたんだと思って、なんかちょっと落ち込んだんですよね最近。それでも今でも仲良くしてる中学の友達とか高校の友達もちろんいてくれているので、すごいありがたいなと思うんですけど、もっとこううまくできたんじゃないかなって。当時学生の時とかだったらもっとこう、これ以上の交友関係を求めてるわけじゃないけど、なんかもっと友達多かったのかなとかって思うことが最近ありました。その今までだったらなんか嫌なことあったなとか、ちょっと自分に都合の悪いことがあればすぐ逃げちゃってたんですけど、このままじゃちょっと今までと何にも変わらないなと思うし、逆に自分の元から去っていかれる恐怖というか怖さというかもあるなと思って、自分もちゃんとしなきゃいけないなって思いました。今僕の状況で言うと、仕事全然身が入らないとか、なんか家でも結構ダラダラしてるとかって僕の中では結構普通というかって思ってたんですけど、そこにしびれを切らす人もいるし、もちろんそこに対してはちゃんと行動で示さないとなって思います。でもこれ答えないんですよね。なんていうの、じゃあ明日から仕事頑張りますって口では言えるけど内容伴ってないともう最悪じゃないですか。あいつ口だけだってなるし。だから何これ何なんだろう。これ5月病でもないよね。もうだって8月だもん。夏バテでもないよね。ただの甘えなんですけど、ちょっと口で言うだけじゃダメだなって思うし、行動でも示さなきゃなと思うし、です。今まではっていうか、仕事がうまくいってる時とかでプライベートも結構うまくいく感じがしてて、例えば、土日遊びに行くってなっても自分からここ行きたいとかあそこ行きたいとかこれ食べたいとかってなんかもうどんどん自分で決めていけてたんですよね。でもなんか仕事がだらけちゃうとプライベートにまでその影響が出てきて、次の土日どこ行くってなってどこでもいいよ
っていうのが繰り返しちゃったりとか、別に行きたいとこないし家でいたいとか、それも全然いいとは思うんですけど、それがずっと繰り返されていくと人って呆れて、いやこいつ全然やる気ないやんみたいな、全然打っても響かないというか改善しようとしてないやんっていうので愛想つかされることもあるなって最近思ったので、ただただ時間が解決してくれるかなと思ってダラダラするのではなくて、今後自分の仕事どうしていくのかとかキャリアの選択どうしていくのかみたいなのにちゃんと向き合う時間を作らないと多分何も解決しないんだろうなと思ってます。でもね、わかる？やる気出ない時ってあるじゃん。やる気出ない時ってあるじゃないですか。今それめっちゃそれやる気スイッチないっていうか、やる気スイッチどこみたいな状態なんですよ。なんかパーッと旅行行けば気が晴れるのか、お金使えば気が晴れるのか、誰かにめっちゃ厳しく言ってもらわないとスイッチ入らないのかみたいな、なんかいろんなパターンあるんですけど、なんせやる気出ないんですよね今。すげえネガティブなことを言っちゃっているので、ちょっと一旦切り替えますか。暑い。ちょっと待ってくださいね。ネガティブついでにもう一個話すんですけど、大学時代に僕ルームシェアをしてたんですよ。4人でルームシェアをしていてめっちゃ楽しかったんですけど、今思い返すと同じような失敗してたなと思って、例えばアルバイトとかで、僕は昼間のアルバイトというか、授業終わってからアルバイト行って、夜帰ってくるみたいな生活だったんですけど、他のメンバーはコンビニの夜勤とかをやってたので結構朝方帰ってくることが多かったんですよ。夜中出てって朝方帰ってくるみたいな。で、生活のリズムが逆なので、僕がなんか次の日試験なんかで早い日で早めに寝てって朝方になって夜勤のメンバー帰ってきて、リビングでなんかマリオカートかなんかめっちゃゲームを始めたんですよ。でめっちゃ盛り上がってて、で僕的にはもうちょっと寝たいなとか、試験前でちょっとピリピリしてたっていうのもあるので、すごいイライラしちゃってリビングにバーンって入っていって、ちょっとうるさいぞと、もうちょっと静かにしてくれよっていうのを結構強い口調で言っちゃったことがあるんですよ。で今思うとなんでそんなことでなんかブチギレちゃったんだろうと思うんですけど、なんか当時の自分からするとすごいなんか腹が立っちゃって、ゲームで盛り上がるのはいいけど寝てる人がいるのにもうちょっと配慮してよっていう、結構、ある種わがままな感情みたいなので一方的にブチギレちゃったんですね。なんか一回そのスイッチが入っちゃうと僕結構ダメで引きずるんですよ。仲直りの機会とかいっぱいあるのになんか素直になれないというか、自分からごめんねって言えないというか、結局他の友達がきっかけを作ってくれて仲直りは全然できたんですけど、その1週間とか同じ家に住んでるのに口聞かないみたいな、なんかすごい僕の中では結構大きい喧嘩をしたんですよね。友達がその仲直りをするきっかけを作ってくれないと、多分その夜勤組のルームメイトとはまたそこで僕の悪い癖でリセットしちゃうというか、ルームシェアを解消するとかっていう、なんかすごいもったいない方向に行ってたのかなって思います。そんなことはなくて、ちゃんと僕もごめんなさいって言えたし、向こうもごめんねっていう感じでお互いに仲直りをして、今でも仲いいんですけど、多分なんかそういうちっちゃいきっかけがあって、僕の癖というか、なんか嫌だなとか逃げたいなとか、あとは怒りというか、なんでみたいな感情の時にリセットしがちだなって思って、それもちょっともったいないですし、あとね、自分で悪い癖で言うと、今はそうでもないけど前までというかもともとの性格的には新しい経験をすることを避けるというか、新しい経験とか嫌だったんですよ。嫌だっていうか、なんか新しい経験することを避けてたというか、なんか新しいことしようかなって思う時って、例えばお金かかるとか時間かかるとか、だから体力使うとかって結構大変じゃないですか。それが嫌だったし、なんかちょっとめんどくさいなって思うタイプなんですよ。だから別に今の生活だったりとか今の現状に不満がないのであれば、なんか新しいことを経験する必要はないなと思ってて、同じ日同じ毎日を過ごしていけばいいじゃんって思ってたタイプなんですけど、なんかね、それ大学 1,2 年生の頃です。それ大学 1,2 年生の頃で、今でも覚えてるのは大学1年生の夏休みの時、一人暮らししてたんですけど、その時は夏休み中丸々実家で過ごしてたんですよ。大学の友達と遊びに行くわけでもなく、本当に1ヶ月とか1ヶ月半とかずっと実家にいて、家族としか接しないみたいな時があって、でも他の友達、大学の友達は、夏めっちゃバイトして旅行行くとか、なんかボランティアするとか資格取るとか、なんかすごい有意義な時間の使い方をして
たんですけど、僕はなんかこう、一人暮らししてるとお金かかるじゃないですか。家賃は払ってたんですけど、例えば食費とかなんか電気代とか旅行行くお金とかがなんかもったいないなっていう感覚だったんで、全くそういうことをせずに大学1年生の夏は実家に引きこもってたんですよ。超もったいないなと思って、今思うとバイトしてお金貯めて旅行行けばよかったのになとか、留学行けばよかったのになとか、なんかいろんな時間の使い方ができる中で、なんで俺は実家でいるっていう選択をしちゃったんだろうと思って、その時はでも実家すごい居心地よかったんですよ。一人暮らし始めたタイミングで寂しかったっていうのもあるんですけど、なんかやっぱ家族といると安心するし、だから一人暮らし組がたまに実家に帰ってで実家でやることないし、なんか実家居心地悪いから、だから1週間いるはずだったけど3日で実家飽きて一人暮らしの家に戻ってきたとか聞くことあったんですけど、俺なんでって思ってたんですよね。実家の方が楽じゃんみたいな。ご飯出てくるし話し相手いるしとか、なんかそこの感覚が当時はバグっててっていうか、そこの感覚が当時は結構めんどくさい基準というか、めんどくさいっていうのが勝ってて何もしないっていう選択をしてたんですけど、今思うと本当にもったいなかったなと思います。でもやっぱ根っからの部分でそういうめんどくさがりとかっていうのがあるので、ここってなかなか変えられないと思うんですよ、自分だけじゃ。だって土日家にいたい人に、いや今週の土日からは毎週外出かけますとか、例えば毎週旅行行きますとかって言われると嫌じゃないですか。誰かに言われて変わることはあるかもしれないけど、自分から変わろうと思うことってなかなかないし、自分の意思で変われることって結構難しいなと思ってるので、なんか人間って同じ失敗というかを繰り返すんだろうなって思ってます。で、僕の場合はめんどくさがりな性格だったり、あんまり旅行とかアクティブなことをしないタイプの人間だったんですけど、今のパートナーに出会って結構変わったなと思ってて、なんか土日休みがあるんだったらどっか遊びに行かなきゃとか、3連休とか4連休あるんだったら旅行行かなきゃとかっていう結構アクティブな方に変わったんですよ。っていうのもパートナーは超アクティブで、それこそ本当に休みがあったら旅行行きますとか海外行っちゃいますとか、なんかやりたいことがあったらどんどん体験する、経験しに行くようなタイプの人なので、なんかそれについていってるうちにだんだん自分もそうなってくるというか、そうなれたというか、別にアクティブが良くてアクティブじゃないのが悪いみたいなことは全然ないと思うんですけど、自分はこの大学の時の経験とか過去の経験で何もしないという選択をしてた自分でもったいなかったなっていうのがずっとどっかにあったので、ただなかなか人って自分だけでは変わっていけないっていうところで、超アクティブ人間に出会って仲良くなって一緒に暮らしてるんですけど、ってなるともうなんかね、感覚麻痺してくるというか、自分もそうなっちゃうというか、なっちゃったんですよね。これってなんか不思議なもんで、誰かの影響で自分が変われるんだってか、そう誰かの影響で自分が変われるんだっていうのにも気づいたし、逆に言うと俺は変わらないと思ってたので、ずっと自分の性格ってこのまま生きていくんだって思ってたのが、ある種変わったなって最近実感をしてます。だから海外旅行とかも時間があったら行きたいし、まだ行ったことのないところにもどんどん行きたいし、自分が経験したことがないこととか見たことないこととか会ったことない人とかともと会ってる自分を想像すると、今はもうワクワクするまで行っちゃってるから、なんか不思議ですよね。不思議っていうか、なかなか変えられないな、自分って変わらないんだろうなって思ってたところからはだいぶ成長したかなって思います。今はちょっとバッドモードというか、やる気のないタイミングに入っているので、仕事に身が入らなかったりとか全然するんですけど、ギリギリになってエンジンかけてやるよりも、今自分でなんとなく気づけてるので、このままだとやばいぞみたいな、見捨てられるぞみたいなのがなんとなく分かってるので、ちょっと自分の行動だったりとか言動を変えていかなきゃなとは思ってます。でもさ、これ答えないじゃないですか。また同じこと言ってるんですけど、結局今やる気ないよっていうことです。あんまり仕事のやる気ないよ、それを見たパートナーが呆れてるよ、スキンシップも減ってるよ、あれやばいんじゃないっていう危機感を覚えてる、俺が危機感を覚えてるっていうのが
現状です。まあね、なんか怒っちゃったことというか、例えばその大学1年生の時実家で丸々夏潰しちゃったとか、ルームメイトに些細なことでなんかブチギレちゃったとかでもう過去のことだからもう変えられないけど、なんかその今自分が感じてる危機感というか、なんかこのままだと自分やばいかもみたいなのってなんか大体当たるし、気づけてる段階でどうにかできるじゃないですか。どうにかしなきゃいけないしから答えないです。もうマジでこの話全く答えないです。答えないんですけど、なんかちょっと変えていかなきゃなって思った次第ですっていうだけ。誰かにこうエンジンをかけてもらわないとというか、こう期日が迫ってきてギリギリになってからやっとこうエンジンがかかるタイプなんですけど、俺はそれだとなんか手遅れになることも今まで結構あったので、手遅れになったりとか、なんかもうちょっと頑張ってればこう変われたのになみたいな、変わったのにな結果がみたいなのは結構あったので、今回はそうするわけにはいかないじゃないですか。そうするわけにはいかないっていうか、そうなっちゃうと嫌だし自分的にも、今回はちょっとわけが違ってて、今のパートナーとの関係は失いたくないまであるので、それも自分次第で元の関係にというかいい関係に、俺が思ってるだけかもしれないですけど、この気まずさは気まずくない状態に戻ることはできると思うので、はい、頑張りたいなと思います。またVlog の動画だったりとか、今回みたいな取り留めのないことを喋る動画も撮っていきたいなと思っておりますので、よければチャンネル登録、あと高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。